今日めっちゃ忙しくて、まずこのデュラン・グレイのライブに行ったんですよ。それはいいんですけど、それはいいんですけど、その後このミサンスロープと二人静香さんのソロの CD が帰ったら家に届いてて、で開封してさっき全部の曲きました。で、だから忙しかったんですけど、このミサンスロープの音源ってあの通販で僕は手に入れたんですけど、あの僕今東京に住んでて、で東京に住み出した理由って何でもあるから、東京にだったら何でもあるからと思って、大学選ぶときに東京の大学、まあ、そうですね、東京の大学に行こうと思って、東京の大学しか基本的に受けなくて、結局東京の大学に来たって感じなんですけど、でそこから住んでるんですけど、今そのコテビジュアル系は東京にないじゃないですか。ミサンスロープしか今ないんで、大阪にしかないし、でミサンスロープって東京であんまライブやんないんで、大阪に行かないと、見れないし、で音源も基本的にはライブの会場で売るしかしてないんで、行かないと買えないはずなんですけど、でもありがたいことに通販やっていただいて、今こうやって、ミサンスロープの音源と、二人静香さんのソロの音源を手にすることができているっていうことですね。はい、まずそれに対して、感謝を申し上げたいというか、感謝の気持ちがありますよっていうことをここで表明したいと思います。で、えこの、全部曲聴いて、単純に思ったことを話そうと思うんですけど、曲に対する評価とかじゃなくて、この、ミサンスロープの曲、音源、2曲入ってて、黒闇に、違う、黒羽にあざなえる宵闇の戯曲っていう、宵闇の戯曲 For Dear っていう音源で、1曲目は表題の For Dear が入ってて、2曲目は、何て読むのかわからないけど、発狂系の曲が入っているんですね。で問題は1曲目で For Dear なんですけど、この曲、普通に聴いて、かっこいいと思うし、サビはこう割とキャッチーというか、印象的で、普通に好きなんですけど、ミサンスロープってこの曲もそうだし、他の曲も何曲かそういう曲があるんですけど、動機の音が結構強めに入ってる。ただ隙間を埋めるというか、その厚みを出すために、出すことが目的で入れてるというよりは、もうシンセ自体がこう印象づけるフレーズを作っているような感じで多分入っていて、でそのことなんですけど、それその是非についてどう思いますかっていう、こういう定義をする定義をするくらいなんで、定期をするくらいなんで、僕のポジションとしてはあんまり入れてほしくないっていうのが正直思うところではあるんですよ。っていうのは、僕はその90年代固定ビジュアル系バンドの一個としてミサンスロープを聴いてるんで、その僕のこれめんどくさい話ですいません、僕の中の固定ビジュアル系はあんまりその動機の音をそんなに入れてない。別にあってもいいんだけど、なんかあのなんて言うんだろうな、リフとしてちょっと、そのリフとしてあるセクションにシンセのシンセサイザーとかで、はい、リフが入っ
ってるくらいで、その曲全体を通してその動機の音が印象的になっているみたいなのは、僕の中ではその固定90年代固定的なビジュアル系からは結構外れるものなんですよ。僕の中ではなんですけど、バンドサウンド主体であんまりそういう音が入ってなくて、なんか音数があんまり多くないような印象がなんか固定っぽいなって思うんで、まあ、何が言いたいかというと、最初に言った通り、シンセス、動機の音がないバージョンも入れてほしいですね。まあ、作曲の時点で、っていうかこの曲を成り立たせるために絶対必要だっていう、そういう可能性も全然あるんで、別にそれだったら全然構わないというか、僕も今、本当に雑にそう言ってるだけなんで、雑に言うこと自体が失礼だっていうお考えもあるとは思うんですが、ちょっと、まとりあえず言ってみるっていう感じで今言ってるんで、はい。うん。なんか、うーん、動機の音がいっぱい入ってると、現代的すぎる気がするんですよね、個人的な感覚としては。なんかそれ、固定、いや、どうなんだろうな、でも固定ビジュアル系を聞いてて、それに求めてるものって、いい意味でのクラシックさっていうのは、だから、なんか、複雑になっちゃ、複雑さがあんまりない方がコテっぽくないですか？いや別にそれだとつまんないからバンドのカラーとしてやろうっていうんだったら全然いいと思うし、別にそれは単に僕の思考と合わないというだけなんで全然いいんですけど、いや何が言いたいんだろうな。だから単純に僕の思考の話をしてるだけですね、これは。すいません。そうですね。別にこの曲自体は全然好きは好きだし、特にサビですね。はい、良かったんですけど、前からミサンスロープについて思ってたことを、なんか、言う機会を得たなと思って、ちょっと言ってみたっていう感じですね。はい。はい。以上です。